はい、始まりました。今回は大人気シリーズの白編になるんですけども、なるほど。タイトルを見ていただければわかるんですけども、白茶炭をこれから始めようと思ってる人におすすめのカード10選になります。なんか余計な1文字がついてる気がしますけど気のせいですかね。白炭っていうのは存在しませんでしたまあ運営も言ってるんですけども、白炭っていうのは弱いです、まあね、で手こ入れが入ってるということになってますんで、はい、これからね当社やられるって方には白炭はあんまりおすすめではないですよ。白茶炭をおすすめしていくという形で10枚今回は選ばさせていただきました。白炭とは白茶炭だと茶炭も、ハレルヤさんの記事とか見ていただければよろしいので、茶炭もやりませんまとめまして、はい、白茶炭ということにで今日は白茶炭をやっていきます。はい、で白茶炭っていうのは大体当社ほぼ決まってまして、テシャール、はい、オズワルド、はい、ガンダルフのぐらいだとはい、大体決まってるみたいなんですけど、はい、テシャールはの中にオズワルド入ってて、ガンダルフの中にテシャール入っててほとんどテシャールなんでほぼ今日はテシャールの話になります相変わらず僕あんまりよく分かってないんで、はい、白茶炭やったことは全くないですし、はい、対戦したことはありますけどもちろん、はい、なんで一応ティムさんに今日紹介していただくという形になりますね。はい、高いカード何枚かありまして、はい、ワクショとか、高いですね、クリプトとか、はい、LED、はい、全部アーティファクトなんですけどはい、中には金属細工シーとかもありますし、バザー・オブ・バグダッドとかもね、これは入るんだよね、これ。それは何でしたっけ、バザー・オブ・バグダッドって3枚してて土地ですよねあれもう高すぎないですかいや、ワクショと同じぐらいでしょ。なんで高いカードは除外しまして、はい、安くて白茶炭で使えそうなカードを10枚選んできましたので、はい、紹介させてお願いしますということで、はい、まず1枚目からいきますか。はい、はい、白茶炭、はい、いろんな問題はあるんですが、はい、ドブンです。まずそうです。ドブンしなきゃ勝てないと。はい、ドブンするデッキです。はい、相手の妨害をかいくぐってドブンするわけなんですけれども、もちろん、はい、はい、その関係で、はい、どうしても入れなきゃいけないもの、はい、これはベタなカードなんですが、はい、安くなってますので、はい、ご紹介させていただく形になるんですが、はい、堂々たる絶敗者。めちゃくちゃ安くなりましたよねこれ。はい、これ一時期めちゃくちゃ高かったんですね。はい、1000円ぐらいで買えたっていうはい、これは説明する必要はもしかしたらないのかもしれないんですが、はい、2マナで22のクリーチャー、はい、であなたのターンの間、はい、対戦相手は、はい、呪文を唱えることもアーティファクトやクリーチャーやエンチャントの能力を起動することもできないという、これね起動もいけないというね。そうですね、はい、はい、ほぼ全て相手は行動できなくなります。なりますね。はい、一応これを買いかけるカードは金力だけという形に現状はなっていますので、はい、非常に強力な、自分のコンボを通すためのカードと、はい、なるほどいうことになります。はい、はい、はい、まず妨害をなくしましょうと。そうですね。はい、はい、ドブンなんで。はい、2枚目。はい、2枚目。はい、はい、はい。はい、これも似たような用途で入ってくるカード。エーテル先生会の法学者。これもう白茶炭ならこれは、はい、最高のカードでございます。はい、2マナの22のクリーチャーで、はい、このターンアーティファクトでない呪文をプレイした各プレイヤーはアーティファクトでない呪文を追加でプレイできないと。アーティファクト以外法の定め。そうですね、はい、自分は当然、はい、アーティファクトだらけなんで自分は引っかからない対戦相手だけの法の定め。採用するめっちゃ強いいう形になります。はい、はい、これを使って妨害を買いがぐります。なるほど。はい、はい、次のカードいきます。はい、白単色だとですね、はい、ドローがドローきついですよね。ドローきついんですよ。はい、ドローきついです。はい、ドローきついんですが、はい、ドブンするにも、はい、当然ドローはしていく必要があります。必要であります。カードゲームというのはそういうものです。はい、ドローは必要です。はい。ということで入ってくるんですが、強そうな、良さげなカードが、はい、これちら頭蓋骨締めと。なるほど。まず茶炭ですが、アーティファクトですからね。アーティファクトです。はい。はい。これも説明する必要がひょっとしたらないカードになってきますが、はい。一応装備しているクリーチャーはプラ1マイナス1修正を受けて、はい。装備しているクリーチャーが死亡するためカードを2枚引くと。これ結
構ユーティリティ性の高いカードですよね。はい、いろんなデッキに入ってくると思います。ドローが弱いデッキだと結構強いですよね。で、入ってくるクリーチャーが大体ケツの1の生物多いんですよ。そうですね。なるほど。それに装備して、2枚ドローして、次につなげると。最悪いなかったら何でもいいやつにつけとけば、とりあえず死亡して、とりあえずつけとけば、それで死亡したら、2ドローできますので。移動できますんで、はい、というカードになります。これはこの絡みで入ってくる4枚目のカードになるんですが、巡行の聖騎士ですね。はい、こいつは2マナ22のクリーチャーで、装備品が出た時は、カード1枚引いてもよい。そこのところはですね、装備品デッキじゃない限りは、あまり関係ないんですけれども、下の効果の方が重要でして、金属術達成していると、あなたがコントロールしている装備品は装備0を持つと。なるほどなるほど。いうカードです。0で装備できるようになると。そうですね。基本的にはこれは頭蓋骨締めを0で装備するためのカードです。なるほど。なるほど。急に頭蓋骨締めがですね、作離台になると。なるほど。ドロー付きのと。作離台になります？1のやつならね。なるほど。確かに1のやつは作離台なら。そうそう。という形でほぼセットで入るカードという形になります。はい。で次の5枚目のカード。これは白茶炭だともうほぼ入ってるカードなんですけど、でも逆に言うと白茶炭以外では絶対に使わないカードなるほど、なので紹介させていただくんですけど、きらめくタカというカードでございます。懐かしい。これ現役スタンダードで使ってましたこれ使ったことあるの？ないですか？ないですか？ないでしょ。これからメムナイト出してメムナイト戻してメムナイト出すと両方出せるんですよ。なるほどね。なるほどね。っていう時代あったんですよ。なるほどね。一応スタッツの高いが。1万2に引こうっすよ。そうそう。1万2に引こう。でもこの EDH においてはそこはどうでもいい。めっちゃ弱い。こいつが戦場に出た時に、あなたがコントロールするアーティファクト1つを手札に戻さない限りそれを生贄に捧げるという効果です。当然、アーティファクトを戻すために使います。アーティファクトクリーチャーとかで場に出た時に効果があるやつを戻したり、そもそも0マナのマナファクトとか戻すとマナ増えますからねという形になるので、仮にテシャールとかいれば、アーティファクト戻してアーティファクト唱え直すことによって、墓地にあるクリーチャー釣ったりもできるので、相性はいいカードという形になります。もちろん1マナだから一番強いですしね。それ系のカードは結構ありますけど、この中でもこいつが一番いいです。そうなんですね。次です。次。場に出てるアーティファクトのカードをきらめくタカみたいなカードで戻すというのが一つのアクションとしてあるんですけれども、墓地に行ったアーティファクトカードを戻すっていうムーブを取る必要が勝者さんの場合はあります。それ系のカードの中で一番強いもの、マイヤの回収者になります。これは2マナで11のアーティファクトクリーチャー。で死亡した時にあなたの墓地から他のアーティファクトカード1枚を対象としてそれをあなたの手札に戻すというカードです。墓地に行った重要なアーティファクトカード戻すのにももちろん使いますし、こいつマナコストそもそも2なんで、例えば作離台で2マナ出るとか、そういうシチュエーションだと、簡単にループを形成することができます。そうなんですね。なるほどなるほど。なるほど。クラーク族の補助と2枚で無限マナですか。無限マナにはならないけど、もう1枚こういうやついたらソードに出している。なるほど。で次のカードいきます。茶炭のドローの中で、マナコストちっちゃくて、自壊して、カードを引くというカード。結構いっぱいありまして、ペシャールでもガンダルフでも、大体そういうカードいっぱい入ってくるんですけれども、その中で使い勝手が一番いいかなと思ってるカードということで紹介させていただきます。妖術師のガラクタです。ガラクタシリーズの中で、こいつ1マナなんですけれども、タップサクリで墓地にあるカード最大1枚をライブラリの一番下に送って、カードを1枚引くというカードです。単純に普通に1マナでサクってワンドローってことですもんね。そうですね。でこいつ自体は墓地に行くので、当然さっきのマイヤーの回収者みたいなやつで回収をして、使い回すという形で使っていくカードですし、他のウルザのガラクトとかミシュランのガラクトとかって次のターンにならないとドローできないんですけど、これは1マナではありますが、そのターンに引けるというところと、墓地に行っちゃって回収できないカード、一応ライブラリーの中に戻すという効果がまれに役に立つので。
そうですね。オズワルドとかでそうですね。持ってくる可能性もあると思うんですよね。そうですね。はい。というカードです。はいはいはい。はい。次8枚目。はい。これは白はですね。はい。白茶炭は。はい。土分なんですよ。土分なんですね。はい。土分なんです。土分を代表するカード。土分なんで。土分を代表するカード。そう、土分を代表するカード。これを使っていきたいと思ってるんですが。はい。覚醒の兜。ああ、なるほど。ですね。はい。はい。最も危険なカード。これは危険なカードですね。はい。2マナのアーティファクトで。はい。すべての呪文のコストは1下がると。ラッキー1下がるじゃんと思ったら、すべてだと。対戦相手も含めてすべてだと。やばい。いや、これはですね、唱えたら最後終わってくださいという。とりあえずターンに終わんないと。はい。そうですよね。相手を利する可能性がかなりありますので。これは結構有名なと言いますか、いろんなデッキで使われますよね。土分系のデッキがよく見かけますよね。青白とかでも。赤単とかでもそうですね。ありますね。はい。次のカードいきます。はい。白茶単で重要なもの。はい。サクリ台になります。サクリ台、なるほど。はい。もちろん勝利に直結するサクリ台。はい。爆破基地とか。はい。狂気の祭壇とか。狂気の祭壇とか。はい。そういうのはもちろん入るんですが、はい。あえて白いサクリ台。はい。選ばせていただいています。はい。狂信的系統。なんだこれっていう誰も見たことないカードが出てきた。はい。3マナのエンチャントです。エンチャント、はい。で、これはクリーチャー1体を生贄に捧げると、はい。最初のクリーチャー1体を再生すると。なんか弱そう。これ勝利にはこのカードそのものでは直結しないんですけれども、はい、まず一つはマナのかからないサクリ台として優秀だ。そうですね。サクリ台なんですね。はい、そうですね。で、こいつはあともう一つ優秀な点としてはアーティファクトではないということです。はい。これが逆に利点になることがあります。なるほど。例えば、無のロッド置かれました。はい。なるほど。起動できる。みたいなシチュエーションですね。はい。起動できます。はい。それと、この手のデッキって、はい、統率者の依存度が100です。なるほど。はい。なんですけれども、一応これを使うと、はい、統率者を、ただの破壊系の塾からは守ることができます。大体再生できないって書いてありますけどね。大体追放かバウンスかなんですけど。大体それらは再生できないって書いてありますけどね。いや、それらが再生できないって書いてあるカード古いから。そんなカードあんまないのよ。現代的にはないですよ。追放ですよ、ほぼ。というか一応ね、お守りですよね。お守りサクリ台ということで。お守りサクリ台です。はい。で、10枚目、最後のカード。はい。なんだろう、今の話にあったようにですね、統率者依存度100なんですよ。なるほど、はい。で、さっきのエンチャントでは、破壊しか防げません。なるほど、確かに。破壊しか防げない。で、もちろん堂々たる撤廃者とか先に置いてる場合は、いいんですけど、途中で除去られたら途中で除去られたら大体の場合は終了します。はい。という時に必要なカード。うやうや式マウントラブ。なんだそれ。いうカードです。聞いたことない。これは4マナのマスクスのピッチですね。マスクスのピッチがある。ここで、それ聞いたことないぞ、マスクスのピッチ。これはですね、マナコストを支払う代わりに白いカードを1枚手札から取り除いてもよいと。弱いピッチ、白ピッチってことですよね。白ピッチです。はい、なるほど。白ピッチです。で、効果としては全てのクリーチャーターン終了時まであなたが選んだ一色の色に対するプロテクションを得ます。おお。なるほど。はい。なので例えばピンバウンスされようとしていますと、蒸気の連鎖を打たれました、みたいな時に一応使うカード。これちょっと今ふと思ったのは、ソープロ打ってきたらどうするんですかね。ソープロ打ってきたらなんかプロテクション白にする。それは白になった場合は大丈夫なんですかね。大丈夫だよ。自分がプロテクション白になっても対象取るわけじゃないから。そうだね。大丈夫なんですね。なるほど。全てもクリーチャーだから全部プロテクション白になっちゃいますけど大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫ですか。白で対象取ることなんかほぼないです。なるほど。茶炭だから。なるほどなるほど。はい。以上になりますかね。はい。白茶炭という謎のテーマにとった10枚となります。まずそもそもですね、テーマに対する異論反論がありそうな。そうですね。塩さんやってくれよみたいな。塩さん担当だったらこのカードあるじゃねえかよっていう人もいるかもしれないんで。そうですね。それコメントしていただければ。はい。でもやらないんですよね。多分やんないと思います。塩さんもやんないと思います。一応単色が一通りこれで終わりまして。次回からはラブニカ編ということで、2色のシリーズが始まると思いますので。なるほど。ラブニカにプレインズオークしちゃう。プレインズオークします。ラブニカに。次元ダイス振る。次元ダイスは踏んないですけど。チャンネル登録できればしていただければ助かりますんで、お願いしますということで。
今回の動画は以上になります。おしまい。